ここは東京の北の玄関口、北千住。かつては治安が悪い足立区というだけで敬遠された街。それが今や住みたい街ランキング常連。駅前には巨大な丸いとルミネ、綺麗な大学キャンパス。でも騙されちゃいけない。この街の本性はそんなキラキラしたものじゃない。今日は再開発の皮を一枚剥がした下にある北千住の素顔を暴きに行こう。ってことで、北千住ってどんな街か1分で整理をしていこう。まずは歴史を少し。北千住は日光街道最大の宿場町、千住宿として始まった。江戸の出入り口、旅人と物流が交差をする熱気ある場所。明治に入ると景色は一変。お化け煙突で知られる火力発電所が稼働。空を覆う黒煙。ここは帝都東京を支える工場地帯の心臓となった。そして今、5路線が乗り入れる巨大ターミナルへ進化。しかし川を一枚めくれば、江戸の宿場と昭和の横丁がまだ息を潜めている。このカオスな多重構造こそが北千住の正体だ。ってことで北千住に到着。北千住の駅中はめちゃくちゃ人通りが多い。今西口から東口に向かってるけども、かなりの人数。北千住駅東口に到着。入り口すぐのところにパチンコ屋さんがあったり、その奥からまっすぐに行くと商店街が伸びている。今この北千住が住みたい街としてね、上位にランクインしてるみたいで、すごくね、いい街になってるらしいです。ここが北千住駅前のロータリー。東京電機大学のキャンパスがあったり、とっても開放的なエリア。1625年から続く千住塾。400年の歴史がある。商店街はお店でとっても賑わってる。休日にもかかわらず学生が結構いて、めちゃくちゃ活気のある街。東京電機大学。北千住って学園都市なんだっけね、すごく雰囲気がいいね。駅のすぐ近くには学園西通りという商店街もあり、メロンパンの可愛いモニュメントがあるお店もあったりします。タコとハイボール。多分ね、東京電機大学の学生はここでね、飲んだりするんじゃないかな。でもやっぱりここは北千住。表通りからね、一本それて裏通りに入ると込み入った路地がたくさんある。さっきの学園通りとはね、全然雰囲気違うよね。こっちが本当の北千住なんじゃないのかな。西口から東口に向かうにはエレベーターを伝って改札前を通るのと、この地下道を通っていく二通りがありそう。ちゃんと整備がされてるね。地図があったので今回行くところを簡単に紹介。まず北千住、これ上が西なんだけども、西側にあるここのね、有名な飲み屋街があるんで、ここにね行ってみようと思います。通称常盤通りと言いますね。はい。でそしてこれね、商店街があるんでね、この商店街を見つつ、ここに旧日光堂があるんで、ここもね行ってみたいと思います。そしてね、北千住といえば温泉ですね。銭湯がたくさんあるので、ここもねどっか一箇所巡ってみようかなと思います。そしてなんといっても北千住といえば金八先生が舞台になったね、荒川があるんでね、ここの荒川の土手、ここら辺もね行ってエモい体験をねしようかなと思います。じゃあね、行きましょう。ということで、ここが飲み屋横丁。さっきの広場とはね真逆の世界。幅 2,3 メートルの路地に新旧入り組んだね、たくさんのお店がね軒を連ねてますね。このさ、落差がやっぱ北千住だよね。東口の電気大学のオープンな感じ、そして西口のこのローカルな飲み屋の感じ、このギャップがたまんないね。さすが土曜日のお昼、お店開いてるね。夜はもっとねお店が開いてね活気があると思うんだけれども、お昼でもこの雰囲気楽しみだね、夜に来るのが。結構歩いてるけどお店の軒がねずーっと続いてるね。奥に行けば行くほどすごい昭和感漂う
歴史あるね、お店がたくさんあるね。この路地、歩いてるだけで、もつ煮込みの匂いがしたり、カレーの匂いがしたり、もうね、すんごい胃を刺激されるね。めちゃくちゃいいですね。今回初めてこの北千住のね、時計通り来たんだけれども、誘惑がすごい。そしてさっきの駅の中心だけじゃなくて、商店街の端のところにも駅の入り口がありますね。ここはサムギョプサル屋さんかな。豚の像があるね。番犬五太郎がいる柿屋さん。この狭い路地にもお店があるんだね。飲食店があるすぐ向かいにはもう一般民家があるからね。これ結構ね、ここに住んでる人ね、うるさくて大変かなってね、思うんだけれども、でもそれでもね、今まで営業してるってことは、やっぱりその地元の人とこのお店がね、やっぱり共存してるっていうのがね、すごく垣間見えるよね。そういう風ななんか街の雰囲気があるのがね、なんかいいですね。あったかみがあるよね。幅2メートルもない路地にひしめく飲食店。ここがね、北千住の真骨頂かもしれないね。このお店の壁に貼られているポスター一つとっても、昭和、平成、令和とね、歴史をね、重ねてきてるのが見えて、すごくいいなって思いました。この看板の雰囲気もすごく昭和感漂うね。こんな狭い路地の奥にもお店があるんだね。隠れ家名店とかありそう。そして通りの両方に上のモールがあるね。この商店街、結構これ珍しいんじゃない？東京では。ここのモールには松清や保険、不動産や靴屋さん、餃子屋さん、そしてハイボールということで飲み屋さんがめちゃくちゃ多い。北千住は飲みの街なんだね。すごい数あるよ。そしてここが千住宿の宿場町通りゾーン。川崎宿だけども千住は千住宿なんだね。言い方が違うね。実は北千住2025年で開塾400年を迎える。家康の孫家光の時代に作られたこの町は物流の拠点やっちゃ場として、そして江戸の男たちが羽を伸ばす裏の歓楽街として400年間休むことなく動き続けてきた。柱に残る傷跡も路地裏の化粧の匂いも全てがこの町の年輪なんですね。なんでこの北千住が栄えたかというと、陸路と水路が交わるね、物流のジャンクションだったことがゆえになってます。そしてこのやっちゃ場なんだけれども、これは三大青果市場を指していて、今の足立の市場のルーツなんですね。毎朝川から荷揚げされた野菜の競り声で地面が揺れるほどだったとか、やっちゃいやっちゃいという掛け声がこの町の BGM だったらしいですね。この宿場町通りの、年齢層はね、結構ね幅広くて、中高生の制服を着た学生もいるし、60代以上のおっちゃんもね、おばちゃんもいるし、本当に幅広い世代の人たちにこの商店街をね、親しまれてるんだなって思います。そして街灯のところに、これ葛飾北斎の絵かな。北斎富岳36景のうち下目黒の絵があるね。やっぱここがね、旧日光街道として栄えたっていうのがね、そのゆえんというかね、名残がこの随所に見られますね。北斎富岳36軒のうち凱旋快晴というものかな、富士山の絵が飾られてますね。そして単なる飲み屋だけじゃなくて、育児がもっと楽しくなる3歳からの知能向上教室みたいなものがあったりね、子育てもねしやすいような環境があるっていうね。結構ベビーカーをしてるね、家族連れの方もいらっしゃるんで、本当にね、中学生、高校生から家族連れになったり、でそこから60代、70代になっても、本当に幅広い年齢の人たちが、それぞれのね、ライフスタイルに合わせて、この商店街をね、楽しんでるっていうのがよく伝わってくるね。そして商店街を北に進んでいくと、松本屋というね、これ金物屋さんかな、日用品屋さん。すごいね、これも歴史があるね。多分昭和の初期ぐらいからね、戦後かなわかんないけど、結構昔からやってたんだろうね。そしてここにあるのが横山家住宅。なんと玄関には江戸時代に切り付けられた刀の切り傷であったり、戦争時代に降ってきた焼夷弾の穴がね、屋根にあるらしいですね。あ、
ここに書いてますね。上野で新政府軍に敗れ敗走してきた将棋隊が切りつけた玄関柱の傷跡や戦時中に焼夷弾が貫いた屋敷などが残っておりってことで、すごいね、歴史をね、かいくぐってきた。そして今に歴史を伝えている、もう本当に有形文化財としてね、登録されてますからね。こんなのがありますね。北千住には。残念ながら中の雰囲気は見ることはできないんですけれども、その周辺のね、この様子からはね、すごい昔からあったっていうね、雰囲気をね、とても感じることができます。そして、この横山家の向かいにあるのが、こちらの吉田家になってます。ここには千住絵馬という足立区登録無形民族文化財とね、いうものがあったりします。こんな感じの絵馬をね、一個一個手作りで作っていたみたいですね。エモいね。宿場町商店街を一歩脇道に入るとこんな感じ。幅2メートルもないね、路地がね、続いてます。こういう場所があるのもさ、すごくなんかエモいよね。商店街の脇には細長い公園があって、ちっちゃい子供たちはここでいっぱい遊んでるね。そしてなんと、餃子ラスベガス。スター・ウォーズなのか、ラスベガスなのか、餃子なのか、よくわかんないね。こういうカオスな感じ。北千住に合ってるね。ラスベガスを固めに脇に入っていくと、毎日通り飲食店街ってのがあるね。ここもなんかちっちゃい飲食店街なんだね。すごい。こっちは表通りとは違って昔からあるね。趣のあるお店が軒を連ねてますね。こういう雰囲気を味わえるのが北千住のいいところかもしれないですね。商店街に軒を連ねるお店は結構新しいのもあるんだけども、ここの中川園本店お茶のり屋さんは多分昭和からね、ずっと建て替わってない建物なんじゃないかな。こういった家と家の間のね、路地を見るとね、すごい行きたくなっちゃうね。でも多分ここはね、市場だから行っちゃいけないよね。商店街にある理髪店。なんてことない雰囲気だなって思ったけども、よく見るとめちゃくちゃ凝ってる。アメリカンだね。一個一個の店がすごくね、主張してるんだけれども、この商店街として一つの輪を形成している。まるでサッカーチームみたいな商店街だね。個性あふれるんだけども、チームとして結束してるみたいな。すごくいいね、チームワークのある北千住の商店街ですね。そして北千住駅東口の商店街にあるスーパー田中。ここはね、大手チェーンのスーパーではなくて、地元密着型のスーパーかな。この雰囲気もすごくいいね。東口の学園通り商店街の方をね、抜けていくと、なんと金八先生の舞台となった荒川の土手があるらしいんでね、行ってみようと思います。うわ、この雰囲気はレトロだね。なかなか見られないよ、これ。池田屋酒店、酒店。うわー、いいね。この玄関口の感じも。うわー、こういうね、お店がね、昔からの北千住の商店街をね、盛り上げてきたんだね。すごい。ここはもう昭和にタイムスリップしたかのような雰囲気だね。こんなレトロな場所がまだ東京にはあったんだね。うわ、いいね。よし、見えてきた。これが荒川の土手だね。土手の上はよく見るけども、下ってこうなってるんだね。これ荒川氾濫したらみんなここ水没しちゃうじゃん。そんな心配はさておき、階段を上がって土手の方に向かいます。ということで着きました。荒川の土手です。ここに見えるのが荒川で、奥の方には野球グラウンドがあるのかな。野球してるチームがいたり、サッカーしてる人たちがいたりね、自由気ままに遊んでるね。いいね。ここだけすごい時間の流れがゆっくり動いてるみたいで、なんか心落ち着くね。昔ここで金八先生がね、金八先生の撮影がやってたんだね、ここで。いいね。奥の方では電車が走ってて、その上には高速道路かな。こうやってのんびりさ、土手に座って
見るのもいいね。心が落ち着くね。土手に来て、こうやってね、座ってじーっとしてると、日々忙しくてね、全然目を向けてなかったような、例えば、ここにあるようなね、草木がね、なんか匂いがいいなとかさ、空気がなんか美味しいなとか、そういったことにさ、気づける瞬間があるのがすごくいいね。そういう環境がある北千住、羨ましいね。そして土手の手前側、北千住駅東側はこんな感じで、足立区千住桜堤中学校というのかな、学校があったりマンション、そして戸建てがめちゃくちゃ多いね。はい、こういうね雰囲気になってます。僕、金八先生って言ったら、風間くんとかが出てたやつね。そのシーズンとかしか知らないんだけど、昔のシーズンもみんなこの荒川の土手使ってんのかなね。金八先生のシーズンは変わっても、この荒川の土手は変わらない。っていうようなね、エモさもあるのかな。そうよくわかんないけど。いや、もうこの土手でエンディングでいいじゃんって思ったけども、ちょっとね、肌寒くなってきたんで、念願のね、お待ちかねの銭湯に行こうかなと思います。あ、これ、サッカーじゃなくてラグビーだったね。へえ、ラグビーもできるコートがあるなんてすごいね。荒川を背にこの土手を越えると、手前に広がるのは低層階の家々。そして正面に見えるこの建物が北千住駅西口にある丸い。奥に見えるのがスカイツリーっていう感じで、いろんな建物が見えますね。駅周辺には高いマンション群がずらりと連なってるね。こういうところにね、街の移り変わりを感じるよね。手作りふるさとショーということで、土手まで降りてくるとこんな感じの景色が広がってます。そして反対側を向くと、荒川を間近に感じることができます。こんな感じで腰を下ろして揺れる川面をね、じーっと見てるのもいいね。そしてここが旧日光堂。通りが大きいから両脇にあるマンションも大きいね。そしてここの駐車場、キングオブ銭湯こと大黒湯があった銭湯跡地になってます。昔はこれね、大きい銭湯があったんだって。今はね、駐車場になっちゃいました。まあでも、移りゆく街の中でね、新しいものもできるし、古き良きものもね、レトロな感じで残るし、この移り変わりはいいんじゃないでしょうか。ということで、着きました。宝湯。すごい建構えがもう日本家屋でね、趣があるね。ということで、ここで今日はね、一風呂浴びようと思います。ここの宝湯、実は店主が庭師で、この庭が有名なんですね。すごいね、手入れの行き届いた感じで、趣があって、綺麗だね。ちなみに一応ここね、共用スペースなんで撮影大丈夫です。はい。にしても、本当に綺麗だね。ということで、宝湯入ってきました。めちゃくちゃ気持ちよかったです。ライトアップしてる雰囲気もすごくいいね。で、宝湯で面白かったのが、イヨシコーラ風呂があったんだよね。コーラを作るときに出る、出がらしを使ったお風呂があって、すごいね、シュワシュワしてね、なんか香りもすごくコーラっぽくてね、めちゃくちゃ面白かったです。まさかね、こんなところでそんなお風呂に入るなんて思わなかったからね、よかった。ということで、北千住を歩いてきた。住みたい街なんて、おしゃれな言葉で呼ばれてるけど、中身は何も変わっちゃいない。泥臭くて、おせっかいで、懐が深い。きらびやかな駅ビルに作られたら、路地裏に迷い込んでみてほしい。そこにはまだ生きている昭和がひっそりと待っているから。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。